前回はミニ四駆レーサーの、バイブルご存知、超速ガイド、を、参考にして、カンエリアアンカーの作成を、間に挟み、ついに一時クリアアンカー作成まで、彼らはたどり着き、その走行テストを、行いました。フロントとリアにギミックを搭載し、速度域を高くし、確実に速くなったロードスピリットを、眺めながら次の段階の、思案を始めます。まさにこの時こそ、ミニ四駆レーサーの至福の、時です。速くなる自分のマシン。世界でただ一台の自分が、デザインして整備したマシン。それがうまく走っている時の、満足感たるや他に比べるものもないほどの感動です。そう。これこそがミニ四駆の面白さです。そしてふっと思うのです。次はどうしようかと。そう。改造はまだまだ続くのです。そのマシンとあなたがいる限り。それでは、今回の VZ 改造計画を、お楽しみください。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。超使い、VZ で、ギミック、第5回目ですよっと。ってあれ？何やってるんですか？主任さん、もう始まってますよ。あ、ごめん。見たいものを作る企画、主任の僕です。それで、何をやってたんですか？これ。ミニ四駆に車載カメラを乗っけてコースを走る動画を見てたんだよ。これまたレアな動画を見てますね。いや、これ公式動画だよ。スローとかもあってさ、勉強になるんだ、これが。ミニ四駆の挙動とかさ、ほら、スライドバンパーが動くところとか、マスダンの動きとかもあるんだぜ。概要欄にリンクを貼っておくからさ、F1 くんも見てみてよ。これ公式の映像なんですか？それはちょっと楽しそうですね。スライドバンパーってこんな風に、ぐんぐい動くんですね。僕も見てびっくりしたよ。それにマスダンパーって結構浮いてるんですね。F1 くん、なんて？今、なんて言った？いや、マスダンパーって結構宙に、浮いてるんですねっていう風な感想なんですけど。そういうことか。ちょっと主任さん。F1 くん、ここにお茶とプリンを用意したから、漫画読んでてもらえるかな？はい。一旦カメラ止めて。はい、カット。はい、やめ。いきなりどうしたんですか、主任さん。いや、協力ありがとう、F1 くん。漫画面白かったかい？悠々白書を堪能しました。面白いだろう？僕としてはレベル E なんかもおすすめだ。今度読んでみます。さて、マスダンパーってさ、はい。かなりいろんな解説がされているのよ。例えばパーツの説明書系の説明、これを A 類としよう。ウェイトが上下することでジャンプ着地後などの車体の跳ね上がりを抑えますとかがある。他には公式ホームページの説明を B 類としよう。マシンが瞬間的に浮き上がるコースでの設置時に威力を発揮、マシンの上下を抑えてコースアウトを防ぎますという記述がされてる。公式の Twitter で紹介された YouTube の解説動画、これを C 類としよう。ジャンプセクションが多いコースでの安定性アップに役立つのがマスダンパー。着地時に発生する上下方向のショックを自由に動くウェイトで打ち消す機構なんて解説がされてる。それで最後に我らが超速ガイドの解説、これを D 類としよう。2019、2020の超速ガイドブックには、マシンが跳ねようとする上向きの力をウェイトが受け取って車体の代わりに上に移動という記述があるんだよ。さて、どう思う F1 くん？なんか微妙にどれも差異があるっていうか、使用目的や説明がちょっとずつずれてたりしてませんか？そうなんだよ。まさにそれ。
正直によ、僕にはマスダンパってあんまり意味が分かんなかったんだよ。そもそもこれって重りなわけでさ、軽きゃ速いミニ四駆に重りをつけてどうするんだって思ってたんだよね。それはそれでやんちゃな意見ですね。まあ気持ちはわかりますが、それだからスピードを抑制するためのブレーキっていうアプローチならまだしも、重りを追加するなんてとんでもないと思ってたんだけど、考え方が変わったよ。ほう、また思いついちゃいましたか？そう嫌な顔しないでよ。まあもう少し付き合いなよ。ざっくりマスさんの考察を整理してみよう。 A は跳ね上がりを抑えるって考え方。僕のマスダンに抱くイメージはこれですね。 B は浮き上がる構成の接地時とか上下運動を抑えて安定させますよって考え方。接地時とか言ってるけど基本は A と一緒だね。 C はスロー画像の解説はざっくり言ってこうだ。車体が着地してから跳ね上がるのを時差で落ちてくるウェイトが重さで叩き落とすって考え方。これ公式ですか？結構力技で解決してるんですね。Twitter ね、リンク貼っとくよ。そして B はマシンが跳ね上がろうとする上向きの力をウェイトが受け取って車体の代わりに上に移動するって考え方。AR 改造計画の時にギミックの大まかな分類が知りたくてさ、いろいろと調べたんだよ。もちろんマスダン系のギミックもね。 C は東北ダンパーってのがそれっぽい思想で設計されてるんだよね。それでだ、F1 君、これを知ってるかい？これ見たことあります。おしゃれインテリアですね。カチカチするやつだ。ニュートンのゆりかごって言うんだよこれ。へえ。これって B の説明の仕組みで動いてるんだよね。物理の話で男性衝突って言うんだけどさ。いきなり話の難易度が上がりましたね。物理ですか？まあ身構えなくていいよ、簡単にいこう。F1 君が僕をぶっ飛ばすときありがとうございます。あいてて、今みたいに F1 君のぶっ飛ばす力は僕に移動して F1 君は一緒に吹っ飛んでいかなかっただろう。確かに。つまりそれが男性衝突のざっくりした話なわけだ。僕はね、マスダンパに関してこの考え方を採用しようと思うんだ。選ぶものなんですか、そういうの？てかそういうもんですか？まあ使用方法や説明に諸説が混在してるんだから、自分の好きな説を選んでいいだろってことだよ。正解が一つとは限らないしね。まあ理屈上はその通りですけど、マスダンパーの作用として男性衝突をしていると僕は仮定してみて、それを実証してみたいんだよ。なるほど、そういうことですか。確定案がないなら実験してみるってことなんですね。そう、あとはいつも通りやってみないとわからないってことですよね。そういうこと。ネタとしては面白いと思う。やってみてダメだったら違う方法を試してみるさ。それじゃあ一つ仮定を行った。さあ実験してみようじゃないか。こういう時は本当嬉しそうだな。じゃあこの過程を実証するためのギミックを作ってみよう。そこでギミックを持ち出すんですか。割と企画を考えてますね。ほっとけ。でもスクエアのマスダンパーとかボーリングマスダンとかでよくないですか？F1 君、それじゃあダメなんだよ。なんでですか？作る僕が面白くない。うわ、言い切りよったとです。せっかく面白そうなネタと課題なんだ。それを逃す手はないよ。最初はめんどくさがったくせに。ということで早速設計してみようじゃないか。シャーシのサイド部分に男性衝突する機構を搭載できれば実験できそうだから、こんな感じかな。アルミシャフト、固定のビス、動くビス、スペーサー FRP ロックナット、重り用のビスマスダンナット complete。 これを両サイド分だね。なんかパーツを組み合わせて組み立てるだけで良さそうですね。作動後に定位置に戻ってくる仕組みが欲しいな。これバネとかで実現できないかな。とりあえず仮で作ってみよし、できた。そうでしょ。2つ。やりすぎでは？実験でしょ。ブレーキ壊れてるんですか？よくできてると思うけど、どうだろうね。ツッコミどころ山盛りですけど、
それは次回に回すとして、いいんじゃないですかこれ。そう思う？図解とか作成例とかは、次回やる。またそれか。まあ、珍しく、考察、とかやってましたからね。とりあえず今回の費用計上しとこうか。てか、2セット作るとやっぱり結構しますね。そうな。やっぱりギミックはちょっとお高いよな。ということで今回はここまで。次回は、ギミックの解説と検証実験を、やります。それでは次回も頑張ります。ご視聴ありがとうございました。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解。終わった。あれ、このまま終わらないんですか？残業ですか？そんな主任さんじゃあるまいし。しれっとひどい。作ったんだけど本編で紹介するまでもないものとかを、紹介していこうかなと。しかも、ローカロリーな方法で。さらっと本音が出てくさ。なるほどコーナーの趣旨は、わかりました。露骨な尺稼ぎです。おい、やめろ。で、それで、これが主任さんが普段ミニ四駆コースに行く時の持ち物。ほう。さすがにこれだと色々問題があるから改善することになりました。確かに、それで、本当はお友達から使わなくなったからの、ケースをもらったの。徹底してますね。これで自前のポータブルピットを作ります。買えば早いの。それを言わない。ということでこんな感じでやっていきます。機会があれば、また次回。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。